小出静子さん、当時8歳、富山国民学校の3年生でした。原爆が投下された時、小出さんは爆心地から 13km 離れた学校の教室にいました。学校へ行く時はあの頃はみんな並んで行きよったように思いますね。そして学校へ行って教室へ入って出席取ってもらいよる折にあんなに光って原子爆弾が、落ちたのがね強烈な音だったから怖かって疎開してきた子供はみんな付けにしたよ「お母ちゃんお母ちゃん」ってそれこそその時に泣き出しちゃってねその折はどうなったんかね思って雲を見たらすぐなんか落ちてね大きなことがあったんじゃ思うのは思いましたよ。どういうような光っていうもう教室自体がパッと明るくなるんじゃからねあっという間ほんと光ってドカーン言ったのはね隣の人はもう光った瞬間だったと思うけどね痛い言うたのが窓のどの辺りがめげたとも思えてないけどねなんで痛がるんか思ったらガラスが立ったいうことじゃったんです。音はとにかくドカーンって言いようのない大きな音でしたよ。もうびっくりしてすぐ外が見えるからねで黒煙は上がるしで帰り際はずっといろんなものが降ってくるし屋根のそぎ板っていうのがありましたよね。昔は瓦の下へ杉のそいだの拭いてあったんでその上に瓦があったからそのそぎがみんなパラパラ降ってきたりねで紙が降ってきたりなんか呉の方の人の領収書があったとか言ってね呉の方が焼けたんかねとかねいろんなそりゃ広島から降ってきたのがね散ったんでしょうがねそう入道雲がこうワクワクワクあんなかったそりゃもうどんより曇ってましたよ。だからあれで落ちて吹き上げたのが降ってくるんじゃからね暗いような感じ頃は。普段から訓練してたんですよ。何かあったら上級生が連れて帰るいうことでねもう私らも決まった人に連れて帰ってもらうようになってた。だからどこを通ってどう帰ったかまでもよう覚えてないけどね私らは職員室の前へ集まったと思うんですよ吉山はね。ですぐ帰って家帰ったら誰もいないどうしたんじゃろうか思ってねその頃はもう雨が降ったりね暗いから天候自体がもう暗くなってるからねで寂しいなと思っておばあさんどこにおったん言ったら田ん中で草を刈りよったかなんかタイとったいって言いましたよ。兄は横竹上がるいて出て行ってで私はあの頃はもう遊ぶ言うたら夏じゃから川行くのが日課のようになっとったからね泳ぐとこ行ってみたら誰もおらないそれでも一人
泳ぎましょう思って泳いで、泳ぎよっても誰も来ないし川は濁っとるしね、雨が降ったでしょ、あれで濁って、だからちょっと夕立のように黒い雨がよけ降ったんじゃないですかね。帰る折に降ったんでしょ。ほいで泳ぎに行った折はもう濁ってたんですよ。普段の川じゃないね、濁り水の中で泳いで、ほいで家帰って隣の家へね行ったら、障子も襖もみんながガチャガチャにこけてて、ああまあひどかったんじゃな思って見ました。男の振動でしょうね、やっぱり。夕ご飯食べよったらね、被災された人がね、桜形の道を通って、でもう夕ご飯のりでした。今晩は今晩は言ってこられて、で出てみたら体へね、服じゃなかったと思う、布団のシーツかなんか巻い取られたんじゃないかな。後の方へ帰りたいんじゃけどお水ください言うてね寄られました。まだ小さいんじゃから怖いなと思ったですよ。そりゃ気の毒にと思う心がまだ湧かないの。ただ白いものを巻いてね、怖い、もうどうしたんじゃろうと思ったぐらいで、広島でそんなに怖い目に遭ってそこまで歩いて帰られたとは思わないから、やっぱり痛いし道がわからんししてかアントニオそうなっちゃったんじゃないんですかね。前の家にね横海住んでおられたのがね、やけどして帰ってきちゃった。それで一人は大やけどして、で一人は全然無傷で帰られて、で無傷の人はね1ヶ月ぐらいしたらね亡くなられましたよ。書いちゃった折に色の白いきれいな人じゃったんだけど、亡くなる折は青くなってね、もうここへ一緒に寝よっちゃったけど、縁側へ出てねこうして大義そうに取り寄っちゃった。それでやけどした人は今も多分生きとられるんじゃないかと思う。もうね毎日行ってみたら座敷へ蚊帳を移ってね、それ痛いよ痛いよ言って寝取られたのを見て覚えておりますよ。まあ戦争のない明るくって楽しい世の中が過ぎていけばいいけどね、もう怖いことは二度と起こっちゃいけないです。本当みんな楽しく過ぎられるようにみんなで努力してほしいですね。